どうも皆さん、今回紹介するのはこちらクラフトアップルワークスの M134 ミニガンです。この M134 実在する銃なのですが、実際は車両、航空機、船舶などに備え付けて使用するものであり、携行火器化の計画はあったものの、無茶すぎて計画は中止されたようです。とてもじゃないですが、人が携行して使えるような代物ではありません。では一体何をベースにしたのかというと、映画ターミネーター2に登場したプロップガンがベースとなっているようです。このクラフトアップルワークスの M134 ですが、カタログには載っているものの、現在は販売しておらず、中古品を手に入れてきました。まず目につくのがその形状です。バレルが回転しながら弾を発射するという構造のため、アサルトライフルなどの携行火器とはかけ離れた形状をしています。外装はアルミを主に使用しており、剛性を保ちつつも軽量化を狙っていると思われます。質感も良く、ずっしりとした感じがたまりません。オプションの一つにロングバレルが用意されており、こちらを取り付けるとアウターバレルが延長され、迫力のある姿になります。迫力はありますが、飾り用としての用途が強いようで、ロングバレルを装着したまま発射すると BB 弾がバレル内部で干渉し、弾道が不安定になるようです。こう見えても可変ホップアップ機能が搭載されており、バレルを取り外すことで調整ネジにアクセスができます。調整は芋ネジ方式ですが、詰め込んだ調整をすると莫大な時間が必要になりますので、調整は大雑把になりがちです。このバカでかいエアガンを動かすのには、電動ガン用のバッテリーでは能力不足で、なんとバイクのバッテリーなどに使われている 12V の鉛バッテリーを原動力として動きます。こちらが使用する 12V のシールドバッテリーで、スペックは 12V12Ah、8.4V のミニ S バッテリーのおよそ13倍の容量があります。鉛バッテリーを使うのは容量が大きいだけでなく、モーターを瞬時に最高回転数まで導く瞬間放電能力が高いのも要因です。燃費については、このバッテリー1つでおよそ1万発弱程度。なお、充電には車やバイク用の鉛バッテリー充電器を使用します。こちらが電気系統の制御をするスイッチユニットです。中にはリレーとヒューズが組み込まれていますが、これまた電動ガンとは比べ物にならないレベルで、ノーマルの電動ガンのヒューズは 15A だそうですが、こちらは 60A のものを使っており、リレーユニットに至っては 100A のものが使われているとのことです。そしてその電力供給を受け回転するのがこのモーターです。この円筒形の部分がモーターで、出力は1馬力近くあります。人間でいうと4人分の力に相当するパワーをこのモーターが生み出します。1秒間にバレルが8回転以上も回り、50回も連続しながらコッキングするので、これぐらいのパワーがないと動かないのでしょう。重量は公式スペックによると 14kg、スイッチユニットとバッテリーを含めると 20kg を超える重量級です。このようにスリングを使い体で支えないと重くて運用できません。バッテリーとスイッチユニットは別途持ち運ぶ必要がありますが、バックパックに収めることで機動性をなんとか確保しています。ちなみにこのようにコードが短く、メインのコードにコネクターがないモデルは20周年記念モデルだそうです。BB 弾の発射能力は毎秒50発、1分間に換算すると3000発と大雨のような弾幕を張ることができます。こちらの1700発のノーマルマガジンを34秒で空に、5800発のモスマグショードですら116秒間で空になる驚異の BB 弾消費量です。今まで BB 弾の弾代など気にしたこともありませんでしたが、さすがに M134 だと財布に応えます。
使用する BB 弾については制約があり、潰すと砕けてバラバラになるタイプの BB 弾を使わないと球弾不良の原因になります。これは球弾中に内部で割れて砕けることがあるからで、粘りのあるものだと固着して球弾不良につながります。また BB 弾が常に供給されていることが前提の設計のため、空打ちは即破損につながります。見た目の割には意外に繊細な作りになっていますが、これらの点を守り定期的な分解清掃をすれば長持ちするようです。初速については手回しで計測してみましたが、毎秒60メートル強から毎秒70メートル弱の速度を記録しました。これでも傾けて発射すれば40メートルぐらいは BB 弾が飛んでいきます。初速が怪しい数値のため正確な数値か怪しいところですが、サイクルは毎秒50発近くの数値を出しています。発射時の音はまさにミニガン独特のブーという連続音が響きます。この音だけでも威圧できそうです。なお9ロットでは5秒発射したら10秒休憩すべしと警告プレートが貼ってあったようですが、このロットには警告プレートはありません。コードの加熱具合を確認してどれだけトリガーを引き続けることができるのか判断しています。毎秒50発の発射能力はこの通り重ねたターゲットもあっという間にボロボロに。とてもじゃないですが、これで撃たれたくはないですね。弾道については20メートルから30メートルあたりで分散し、まるで連続してショットガンを撃っているような感じになります。20メートル先の着弾地点で電動ガンと比較してみました。こちらが電動ガンで、こちらがクラフトアップルワークスの M134 です。恐ろしい弾幕ですね。 M134 はこの状態ですから狙いはつけられません。目視で弾道を確認してから狙うしかありませんが、弾道はよく見えるので慣れれば狙いに困ることはありません。もちろん大量の BB 弾を消費してですが、命中精度云々とは程遠いエアガンですが、ターゲットペーパーで一応計測をしてみました。こちらが30メートル。こちらが20メートルです。弾のばらけ具合の確認にはなるかもしれませんね。このレビューを完成させるまでに約3万3000発を撃ちましたが、やはり尋常じゃないレベルのエアガンだということを身をもって理解できました。主にディスプレイ用になるとは思いますが、機会があればサバゲーでネタプレイをやってみたいと思わせる、そんな一丁でした。